さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。高評価な作品も聞きたいというお言葉もあるので、今回は面白かった作品をご紹介しようと思います。できれば週1でいい作品を入れていきたいです。皆さんもぜひ良い作品を私に教えてくださいね。それでは早速本題に移りましょう。今回ご紹介する作品はこちらです。4度目は嫌な種族性魔術師です。作者はデンスケ様です。内容としては復習ものになります。一巻分読んだ感じ、私は結構好きです。復習ものは好き嫌い分かれるジャンルでしょうけれど、復習という言葉に惹かれるものがあるんでしょうね。私はあまりにグロテスクだったり変なことをしていなかったら大抵好きです。回復術師。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、4度目は嫌な種族性魔術師のあらすじはこちらです。テロリストにより船を爆破され、死亡してしまった乗客たち。ロドコルテと名乗る何者かによって、特別な力をもらって次々と転生していきます。そして、本作主人公、雨宮ヒロトの番ではなく、そっくりさんの雨宮ヒロトが呼ばれ、他の人とは桁違いの力を与えられて転生させられました。そして、次々と転生させられていく中、一人残ってしまったヒロト。ロドコルテさんうっかり、先ほどのヒロトに与えるはずだった力や運命、幸運まで一緒に渡してしまいました。今更ヒロトから取り返すことも、新しい力を用意することもできず、そのまま転生させられてしまうヒロト。何も力がない代わりを埋めるため、膨大な魔力が身について、一切の幸運が訪れない最悪人生がスタート。異世界は、科学と魔術が織り交ざった近未来的な世界でした。そこでヒロトは、種族性という死者や生命のないものを操れる魔術を見出されます。幸運なこと起きたじゃん、神様の嘘つきと思っていたのもつかの間。強大な力に怯えた研究者によって、ヒロトは体の感覚や意識がしっかりした状態にもかかわらず、体を一切動かせないように改造させられてしまいました。その状態で10年、近くにいる幽霊たちとおしゃべりをすることでなんとか正気を保っていたヒロトであったが、不慮の事故で死亡。自身をアンデッド化することで自由の身になったが、同時に転生していた同級生たちに今度こそ消滅させられました。またロドコルテの前に召喚させられたヒロトは、誰よりも早く第三の人生を歩まされることになりました。今度の異世界は、先ほどよりもずっと文明が遅れた、ナーロッパ的異世界です。そこで、バンダルーというダークエルフと吸血鬼のハーフとして生まれました。どんな人生でもいなかった愛情深い優しい母親に育てられることで、復讐なんて忘れてひっそりと生き続け、ここで幸せな生活を、とは当然のごとくいかず、母親はダンピールを生んだ魔女として拷問の末処刑され、バンダルーも命を狙われるようになりました。ヒロトもとい、バンダルーは同級生たちと母親を殺した人たちに復讐ができるのかという内容になっております。私最初、このタイトル読んだ時区切る場所を間違えていて、4度目は嫌な種族性魔術師だとばかり思っていたんですよ。前世で経験していた不遇魔術、種族性を使う魔術師になってしまった。運の悪い、でも実は使い方次第で最強、みたいな物語なのかなぁと思って読んでたら全然違うんですもんね。こんなお話だとは思いもよりませんでした。結果としては素晴らしく良かったですけれどね。しっかりと読めばわかることですけれど。4度目は嫌な種族性魔術師です。どうして4度目が嫌なのかと言いますと、2度目の転生時にロドコルテの前で転生者たちを殺すと宣言してしまい、幸運すら起きない運命の上に、さらに呪いをかけられ、早く自害しろと脅されるんです。そ
そうすれば全ての記憶を消し去って地球に転生させると言われました。同級生たちに裏切られ、自分がもらえるはずだった力を与えたロドコルテと、間違って力をもらったヒロト。こいつらへの復讐心を忘れ去るのが嫌だ、ということですね。ロドコルテとしては、文明が遅れている2度目の異世界を、転生者たちによって発展させたいという思惑があるんです。ですから、ヒロトがいると邪魔になってしまうわけです。だったら、転生させなきゃいいじゃん。転生が確定事項でも、すぐに殺せばいいじゃん。という話なんですよね。神様だったらできたかもしれません。しかし、ロドコルテは一度も自分を神だとは言っていないんです。周りが勝手に神様だと思っているだけの、なんかすごい力が使える巨人なんです。だから、雨宮ヒロトと雨宮ヒロトを間違えたり、ヒロト用の力を再度用意できないんですよ。神の側近とか、代行者、くらいの立ち位置なのかな、と私は勝手に思ってます。ぜひともこの胸くそ悪い巨人にも復讐できるくらいの力を身につけてほしいですね。2つの異世界の時間軸が同じであれば、他の転生者たちがやってくるまでには相当時間がかかるはずです。十分な準備期間があるでしょうね。そこで懸念する部分は、何十年もそんなのを見せ続けられるのはだれそうだな、ということです。現地世界は現地世界で復讐相手がわんさかいるので、お話は作れるでしょうけれど、本命さんがいつまで経っても現れないとだんだんとつまらなくなりそう。しかし、一巻の流れは非常に良かったと思うんですよ。そこまでグロテスクな表現はなく、転生者たちからは何の躊躇もなく殺され、現地世界では母親を拷問、火あぶりにされてしまう。という、ちょうどいい感じで周りの人たちへのヘイトがたまりましたね。自分自身の復讐と、誰かのための復讐の2つがあるのがすごくいいです。同級生たちが、殺した相手がヒロトだとも気づかずにのんきにしている姿だったり、霊体の母親と再会する時のシーンだったり、憎しみの表情や絶望の感情がすごく伝わってきた感じで、漫画家さんもすごく良かったです。結構綺麗だったと思うし、相手へのヘイトがよくたまる描写だったと思います。すごく続きが気になるし、しっかり復讐できるか気になる作品です。復讐ものが嫌いでなければ、ぜひとも読んでみてください。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。